今日は鶏肉のミネストローネを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、鶏肉のミネストローネを作りたいと思います。ミネストローネはね、お野菜をね、たっぷり入れて作っていくスープなんですが、今回はね、鶏肉を加えて鶏肉の旨味を生かした美味しいレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、玉ねぎ、キャベツ、人参、セロリ、ニンニク、トマトの缶詰。今回はこちらの具材を使って作っていきます。まず鶏もも肉なんですが、こちらは約 250g の鶏もも肉を使っていきます。こちらは目安にしてみてください。そしてトマトの缶詰ですね。今回はホールタイプを使っていきます。カットタイプでもね、もちろん大丈夫なんですが、ホールタイプの方が旨味が多いのでホールタイプを使用していきます。具材に関しましてはね、その他にキャベツ、玉ねぎ、人参、セロリを入れていきますが、こちらの具材はね、お好みのものを入れていただいて OK です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。オリーブオイル、顆粒コンソメ、料理酒、蜂蜜、ローリエ、塩、胡椒、お水、こちらの材料を使って作っていきます。ポイントはですね、蜂蜜です。蜂蜜を加えていただくことで全体的にコクが加わってとても美味しい仕上がりになります。ローリエに関しましては、こちらはですね、ない場合は入れなくても大丈夫なんですが、入れていただくとね、より本格的で美味しい味わいに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにですね、鶏もも肉を切っていきます。その前にですね、こういった余分な皮だったりとか、あとは筋だったりとか余分な油をね、取り除いていきます。こちらは気になるところだけね、やっていただければ大丈夫です。このように下処理してください。そしたらお肉をですね、一口大の大きさに切っていきます。まずですね、こうやって見ていただくと分かると思うんですが、ここにね、境目があると思います。まずここを切り離してください。片方がね、ちょっと筋しい部分になってて、こちらもう片方大きい方が肉しい部分になってます。こちらを切り分けていただくと食べた時の歯切れが良くなります。そしたらこちらを切っていきます。はい、このように切ってください。そしたらですね、塩コショウで下味をつけます。はい、ざっとで OK です。鶏肉はこのように下味をつけておいてください。では続いてお野菜を切っていきます。まず玉ねぎですね、こちら半分に切ります。そしてだいたい1センチ幅ぐらいでまず切ってください。この芯の部分は切り落としましょう。そしたらくるっと回転させて、また1センチ幅ぐらいで切っていきます。このように1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。切った後はね、軽くパラつかせておきましょう。そしたら残りの半分もね、同じように切ってください。芯の部分は取り除きましょう。切ります。はい、OK です。玉ねぎはね、このように1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。それでは続いてキャベツを切っていきます。まずですね、キャベツの芯を切り落としてください。そしたらですね、こちらはだいたい2センチ幅ぐらいでまず切りましょう。はい、でこのように切ったらくるっと回転させて、こちらもまただいたい2センチ幅ぐらいで切っていきましょう。手を怪我しないようにね、注意してください。ざっくりね、切っていただければ大丈夫です。はい、でこのようにだいたい2センチ角ぐらいの大きさに切ってください。大きいものがあった時はね、こんな感じで切ってください。キャベツの準備はこれで OK です。それでは続いて人参を切ります。まずね、皮を剥いてください。はい、で皮を剥いたらですね、こちらはだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。この時手を怪我しないようにね、注意してください。そしたらですね、このように縦にしてまた1センチ幅で切っていきます。はい、そしてまた1センチ幅で切りましょう。
人参はこれで OK です。続いてセロリですね。セロリはちょっとね筋が強いものはこのピーラーなどでね筋の部分をそぎ取ってください。気にならない時はねそのまま使っちゃって OK です。軽く取っていただくとね食べた時に口に残りにくくなると思います。そしたらですねこの広がってる部分から一度切り落としてください。こちらの上の部分はだいたい1センチ幅で切っていきましょう。ちょっと大きくなったら半分に切って、そして切っていきます。こんな感じですね。こちらの広がってる方に関しましてはちょっとこの先端の部分は切り落として、そしたらねこちらも同じようにだいたい1センチ幅で切っていきます。そしてまた1センチ幅で切りましょう。そしたらですねセロリをちょっと細かくしていきます。これをね粗めのみじん切りにしましょう。はい、この方がねセロリの旨味が出やすいので、セロリはねこんな感じでちょっと粗めのみじん切りにしてみてください。では続いてニンニクです。ニンニクはねまず半分に切ります。そしてニンニクの芽をね取り除いてください。こちらは焦げだったり、あとはえぐみの原因になりますので、必ずねこのように取り除きましょう。はい、そしたらこちらのニンニクはみじん切りにしていきます。はい、ニンニクはこのようにみじん切りにしてください。それではですね、まずはじめに鶏肉を炒めていきたいと思います。スープで煮込む前にお肉とお野菜を焼いていくんですけれども、そうすることで鶏肉と野菜の旨味を引き出すことができます。ではまずね、オリーブオイルを入れてください。そしてここにニンニクを加えます。そしたら火にかけてください。火加減中火です。これで一度ね、ニンニクがジュワジュワっとしてきて香りが出てくるまで加熱してください。はい、でこのようにねニンニクがじゅわじゅわっとして香りが出てきたら、ここにねお肉を並べてください。皮目を下にしてね並べましょう。これでまず鶏肉をね焼いていきます。油を絡めながらね焦げないように炒めてください。火加減弱めの中火ぐらいですね。はい、OK です。だいたいですね1分半から2分ぐらいですね、一度お肉を焼いてください。そうするとねお肉の旨味が出てきます。そしたらですねこちらのお肉は一度取り出してください。この後野菜を炒めるんですが、お肉はねそのまま炒めてるとちょっと硬くなりやすいので一度取り出してください。今ね鶏肉の旨味も出た状態です。そしたらですねここにお野菜を入れていきます。まず人参、そして玉ねぎ、そしてキャベツ、そしてセロリを加えます。そしたら火にかけてください。そしてお野菜全体に一度ね油を回しましょう。火加減は中火です。油全体がだいたい回ったらこのまま1分ほどですね一度炒めてください。1分ほど炒めたらここにね料理酒を回しかけます。大さじ2杯ですね。そして一度混ぜましょう。はい、でよく混ぜたらですね蓋をして火加減弱火にします。一度このまま3分間蒸し焼きしてください。そうすることで野菜の旨味を引き出すことができます。はい、3分経ちました。蓋を開けます。そしたらね一度混ぜていただいて、そしてこちら取り出しておいた鶏肉を戻し入れてください。これで混ぜましょう。そしたらですね火加減中火にして一度ね料理酒のアルコールを飛ばしていきます。蒸し焼きしたままだとねちょっとアルコールっぽさが残ってしまいますので、必ず蓋を開けた後に中火にしてアルコールを飛ばしてください。だいたい1分から2分ぐらいねやっていただければ大丈夫です。アルコールが飛ぶ前にねお肉を入れていただくとお肉の臭みもね取ることができます。はい、OK です。そしたらですね続いてここにホールトマト缶を加えてください。そしてこのねホールトマトを潰しながら混ぜましょう。全体をよく混ぜてください。よく混ざったらここにお水を加えます。そしたら続いてここに蜂蜜を入れてください。続いてここに顆粒のコンソメです。あとはローリエも入れましょう。そして一度よく混ぜます。はい、そしたら火加減中火ですね。このまま一度沸騰させてください。
はい、くつくつ沸騰しました。そしたらね、上に出てきたアクを一度取り除いてください。そしたら火加減弱火にします。そして蓋をしてこのまま10分間煮込んでください。はい、10分経ちました。蓋を開けます。このようにね、野菜も柔らかくなって美味しそうに仕上がってます。それではね、器に盛り付けたいと思います。はい、これで鶏肉のミネストローネの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、具材もたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。野菜とね、鶏肉の旨味が出ててすごく美味しいです。蜂蜜の甘さのコクが効いてて、全体的にね、すごくまろやかな仕上がりになってます。じゃあお肉もいただきます。お肉もね、すごく柔らかくて甘みも引き立ってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏肉のミネストローネのポイントです。まず鶏肉に関しましては、一口大ぐらいの大きさに切っていただいて、その後は塩コショウで下味をつけておいてください。そしてお野菜に関してなんですが、こちらはお好みのお野菜を入れていただいて OK です。今回ね、じゃがいもを入れてないんですが、ここにじゃがいもを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。そして野菜を切る時なんですけれども、だいたい1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。キャベツに関しましては結構ね、キュッとなるので2センチ角ぐらいの大きさに切っていただいていいかなと思います。そして一番初めに鶏肉を軽く焼いて、鶏肉の旨味を一度出してください。そしたら一度鶏肉は取り出して、その後ね、鶏肉の旨味をお野菜全体に絡めてください。鶏肉はですね、炒めすぎてしまうと旨味が出すぎてしまったり、あとは食感も硬くなってしまいますので、一旦取り出すようにしてください。そしてその後お野菜はですね、料理酒を回しかけて一度蒸し焼きしてください。料理酒をかけて蒸し焼きしていただくことで、野菜の旨味を引き出すことができます。そしてその後ですね、鶏肉を加えて料理酒のアルコールを飛ばしながら煮込む前にね、一度炒めてください。あとはトマトの缶詰と調味料を加えて煮込むだけなので、すごく簡単です。今回ね、隠し味で蜂蜜を加えてます。蜂蜜を加えていただくと全体的にコクとまろやかさが出て、とてもね、美味しい仕上がりになります。もし蜂蜜が食べれない場合は、こちらはお砂糖で代用してみてください。お砂糖を加える場合はだいたい大さじ1杯から2杯ぐらいを目安に入れてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏肉のミネストローネを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。